皆さんこんにちは、ランダムです。こちらはね、先日ダイレクトカーズの方で購入させていただいたグローバルチャンプなんですけども、今回ねこちらの車両がどんな車両なのかっていう紹介を兼ねた説明と、あと現時点でねこの車が抱える問題点というか、修理したりね改造したりした方がいいようでももちろんありますんで、そちらの方をちょっとね説明の方させていただきたいというふうに思います。はい、ということで、早速紹介の方をさせてもらおうと思うんですけども、こちらはグローバル社製のチャンプっていうねキャブコンで、平成11年要するに1999年式でトヨエースっていうね車両がベースになってるキャブコンになります。はい、でグローバル社製っていう風に思われる方がいるかもしれませんけども、グローバル社っていうのはもともと日本最大のキャンピングカーのメーカーさんで、そこで作られた車両ではあるんですけども、そちらはねもう倒産っていうのかなしてしまったんで、こちらはね今存在してないメーカーさんの過去に作られた車両っていう風にねなってます。はい、で車両の説明をもう少しだけ細かくさせてもらいますと、こちらはね全長 4.9 メートルで5メーター未満で、幅が192センチで高さが283センチとなってるんで、5メーター未満のねちょっと小さめの車両という風になってます。はい、でちなみにね重量は 2610kg で、排気量は 2800cc のノンターボなんで、平地の加速はすごくいいんですけども、坂道は結構ね厳しいような印象がある車ではあります。はい、でどっから話をしようかな。とりあえずね基幹的な話をしますと、こちらはねディーゼル車なんで、エンジンをかける際にはこうやってね少しグローっていうのがね必要で、このねコイルのマークが消えてから鍵を回したらエンジンがかかるっていう風になってます。はい、でミッションはねオートマなんですけども4駆じゃないみたいです。はい、でまだね確認してないんですけども、ナビがついてて、こちらねバックモニターなんですけども、これ白黒でブラウン管みたいな部分ですよね。でそれとは別にこれもねバックモニターで、一応ね後ろの映像とかがリアルタイムに見えるようになってます。はい、でエアコンはね僕の大好きなこの手動方式ですね。でドリンクホルダーと小さな小物入れついてます。であとねETC もねついてたんで、僕の名義にしてもらってちゃんとね使えるようにしてもらってます。はい、でちなみにね窓は自動で、椅子はねこれなんかすごく良そうな分ついてるように見えるんですけども、ただのカバーです。下にはね普通の椅子が隠れてます。はい、で続いてねちょっと外回りの方見ていこうと思うんですけども、この辺ですね、気になるのがねこの辺だと思うんですけども、ここはねよいしょ、見えづらくてごめんなさい。車内からもアクセスできるんですけども、こちらはカーインバーターですね。 2000W のものがついてます。でジャッキとか、あと電源ケーブル類ねここに入れてます。でこの辺ゴムなんですけども、ゴムはね結構ね風化しててパサパサになってます。はい、よし。で下側はここはねバッテリーにアクセスできるようになってます。これメインバッテリーですね。リン酸鉄じゃなくて鉛バッテリーがついてます。バッチリですね。でここなんですけども、これがね水ですね。水入れるところでここにホースを突っ込んで水を入れるようになってて、こっちはねなんか空気抜きとかで聞いたんですけどもよく分かってません。はい、で隣のこの箱はガスですね。プロパンがねセットできるようになってます。でこれはねガス屋さんに行ってガスを入れたらね使えるようになるはずなんですけども、ちょっとねよく分かんないんですけども、とりあえず、ね、7.5kg のガスが入れるようになってるみたいです。はい、でガスに関してはまたね入れてもらうところ、ちょっと塩さんからねコメントいただいてから近くにあるようなことが分かったんで、そちらの方にね連絡してからまたね行ってみたいと思います。はい、で隣のここはシャワーですね。外でも使えるシャワーがついてるみたいです。でこれはねガスもついててヒーターも使えるんで、ここをひねったらね外でねお湯も使えるそうでからすごいことになってます。こうですね、こんな感じでできるんだ。すごい。ちょっとねスイッチ入れてみましょうかね。 OK、 水出るかな。出ましたすごい。シャワー浴びれますねこれ。すご。こっちは何だろう、お湯かな。素晴らしい。全開で回してもこれぐらいなんで、ちょっと勢いは弱めですね。 OK で後ろのここが秘密の小部屋で、ここにね生ゴミ等をね入れて運ぶのがいいんじゃないかというふうに、言われてました。はい、でまだいまいちね分かってない機能がこの辺なんですけども、空気が入るベンチレーションなのか何か分からないものが上と下のね2段あります。でこの辺にもね何かあるんですけども、そこはねよく分かってません。はい、
で、これサイクルキャリアで自転車がね積めるそうです。で、ちなみに電動アシスト付き自転車は重たいからダメだろうというふうに言われました。仕方がないですね。はい。で、バックモニター2つと、あとね、内側にもね、実は1個ついてます。だからね、バックモニターがね、なぜか3つぐらいついてるというね、謎の仕様になってます。で、お次はこちら。あと押すと、はい、トイレのタンクですね。で、これね、今もう綺麗な状態にしてもらってるみたいで、こうやって引っ張り出したら、こんな感じで出てきます。で、何やらね、いろんなスイッチがあるんですけども、ガチャガチャっといってるんで、この辺に関してはね、またちょっと調べてから、やってみたいと思います。はい。ちなみにね、トイレの用を足した後にね、するときには、このボタンを押して圧を抜いて、減圧した状態で、ここを伸ばして蓋を開けて捨てるんですけども、これね、捨てる場所は結構困ると思うんですが、僕の家はね、合併浄化槽というのかな。都会の方は知らないかもしれませんけども、家にね、一軒一軒浄化槽がある家なんで、そこにね、直接することができるんで、僕はね、この分の処分には困りません。はい、OK。で、隣は、ここから、トイレの方にアクセスできるんで、例えば海で泳いだ時のね、濡れたものなんかはもう直接ここにね、掘り込むこともできるようになってます。はい、よいしょ。で、ここは外部電源用で、カプラーはね、なんか結構大きめだというふうに言われました。昔の分だからこんな感じなんでしょうね。で、ここが軽油の給油口。で、ここはね、FF ヒーターの排熱口らしいんですけども、まだね、ガスが、入ってないし、今の時期いらないんで、まだノーチェックです。で、最後にここが、よいしょ。これがね、サブバッテリーですかね。これ何なんだろう。よくわからないんですけどもね、ここはね、サブバッテリーだというふうに聞きました。はい。ちなみにね、容量よくわからないです。はい。はい、こんな感じですね。ちょっと外周はね、こんな感じです。で、ちなみに天井類はね、もう置いときます。で、お次はね、いよいよ中入ってみようと思うんですけども、ここですね、ここにね、秘密の引き出しがあって、こんな感じでね、踏み絵が出てきます。よし。で、開けた時にはね、こうやってロックできるみたいです。ハイテク。で、ドアの部分にはこんな感じで網戸ついてます。ですんでね、夏なんかはこの状態で外の、ね、空気を取り入れて、涼しく過ごせそうなんですけども、網はね、経年劣化でもう広がってきてるんで、これはね、またちょっと時間見てから自分でね、貼り直したいと思います。よし。ということで上がりましょう。1段で登りやすくて、手すりもあるんでね、登るより楽々です。よし。ということでね、車内はこんな感じで、今ね、ちょっと付け出したんですけども、この椅子はね、進行方向に向かって、ここを起こして、こっちを寝かして頭を付け替えたら、向こうに向かって座れるんで、1、2、3、4、5、6の7人乗車のタイプですね。で、よいしょ。ここに机があるんですけども、机は足をこうやって広げて、こうか。で、上にやってこう。そしたらね、はい、できました。1、2、3、4。5人がね、ゆっくりくつろげるスペースがね、できました。素晴らしい。ドリンクホルダーもね、4つ付きです。で、この机はね、なぜかね、ここにすごい隙間ができててから、この分がね、なんか出てきてるような感じがあるんですけども、押し込めないのかなどうなんでしょうか。中で押し込めたらね、また直してみたいと思います。はい。で、ここからね、歩いて運転席へのアクセスも可能なんですけども、ここにね、棚があって、これはね、なんか、前のオーナーさんが作ったのかどうかわかんないんですけども、便利そうなね、棚があります。でもちょっとね、もう汚れてますね。はい。で、ここはね、テレビがあるんですけども、テレビはね、DVD が見れる分です。ありがたい。で、テレビをつけようと思うんですけども、その前にね、つけるためにはね、ここを開けて、これですね、なんか電源ボタンがあるんで、これをピッと押すと、13.3 ボルト。で、0アンペアって言ってるのかな、これは。で、ここで電源をオンすると、つきましたね。アンテナ来てるかな。エリアが違いますね。中京テレビとかになってますね。はい、今ね、チャンネル設定したらね、テレビつきました。なんですけども、電波がね、うちの方田舎で弱いんで、うまくつきませんね。これはね、また設定したいと思います。で、こんな感じでね、いろんなものがね、今繋がっててから、しかもね、ここにもシガーソケットあったりするんですよね。で、この辺はね、使い方まだ分かってません。めちゃくちゃたくさんここに揃ってます。で、あとね、ここ、面白いのが、100% で出てるんですよね。だからなんかバッテリー残量がね、ここで分かるようになってるような感じだと思います。はい、13.7 ボルト。ただね、これが何のバッテリーなのか分かりません。で、ここにはね、こんな感じで収納があるんですけども、実はね、この車、こんな感じでね、銀マットが結構いろんなところに貼られてるんですよね。だから、例えばですけども、この上の中なんかもね、こんな感じで銀マットがしてあったんで、もしかしたらなんですけどね、これ、夏場にはね、熱がちょっとこもる仕様なのかもしれません。はい。で、こっち行きましょう。ここはね、清水のタンクですね。真水タンクが入ってるんだと思うんですけども、何リッターだろうかな。
容量はね、40リッターぐらいじゃないかと思います。だからね、1回分のシャワーぐらいしかないんじゃないかなというふうに思います。で、これ電子レンジは、まだ使ってないんですけども、どうなんだろう、使えるのかな。ちょっとだけ回してみましょう。あれどうやるんだろう。AC はね、オンにしたんですけども、わかりました。このコードが、ここに来て、この柱を通ってきてるんですけども、ここにスイッチがあったんで、これをオンにした。つきました、今。そしたら、動きますね。何も入れたいんで、ちょっと動かしてませんけども。いけますね。なるほど。待機電力を切るために、ここにスイッチがあったみたいですね。で、この下側、ここにもね、箱があって、で、ここはね、消火器をなんかセットしておく場所だったみたいです。あれ、水タンクもっとありますね。大きいです。で、隣は棚ですけども、ここにね、鍵を収納したみたいですね。プロパンとか、トイレとかっていう感じでなってます。で、ここですね。ここもギーマットアップされてます。で、流しの方なんですけども、棚があったりね、いろいろします。で、スピーカーがついてますね。多分ね、いい音が鳴るんじゃないかと思うんですけども、どうなんだろう。いっぺんね、試してみたいんですけども。はい。で、流しがあって、このですね。ここはね、ガスを入れないとつかないんで、またね、ガスを入れてからいっぺんやってみたいと思います。で、引き出し。で、冷蔵庫ですね。冷蔵庫は、サブバッテリーか、外部電源か、ガスっていう風にね、選ぶことができるようで、ここですね、ここで切り替えるみたいです。で、これで冷蔵庫オン。で、外部電源の場合はこう。で、ガスの場合だったら、これで、こうやって回して、火力選ぶそうです。なるほど。これが着火ですね。で、ちなみにね、走行中はガス使用しない方がいいですっていう風に言われました。はい。こうかな。これは冷蔵庫ですね。ここもね、またちょっと掃除とかしたいですね。はい。OK。で、開かないようにロック。で、この上側がコントロールユニットで、たくさんスイッチ並んでるんですけども、こうですね、ここはね、テレビスイッチって書いてあるんで、けども、これが何なんだろう。テレビさっきついたんですけどもね、何かスイッチがあります。で、ここがウォーターヒーターってなってるんで、シャワーですね。シャワーのボイラーをここで動かすみたいです。で、ここがね、冷暖房のファンってあったんですけども、ここもね、いまいちまだちょっとよくわかってません。はい。で、それのこっちがバッテリーとかね、電池残量とかわかるもので、まずこれがメインのバッテリーですね。メインバッテリーは今 12.78V あると。で、サブバッテリーは 13.6V ぐらいありますね。で、サブバッテリーの容量小さいんで、電子レンジなんかね、長時間回したら、多分ね、12V とかに下がったら、もう使わなくなると思うんで、あんましね、ガンガンには使わない方がそうです。はい。で、水道のスイッチ。これでね、水道が使えるようになって、こんな感じで水出ます。嬉しい。で、ここが、ボタンを押すと、水のね、残量が分からなくなってます。もう今のところね、もうほぼほぼ満タン入ってますね。はい。で、隣のね、こちらなんですけども、これがね、僕全然分かってないんですよね。何なんでしょう。なんか分かる方がいらっしゃったらね、これちょっと教えてください。はい。で、ここはね、換気扇なんですけども、照明がつくんで、ここでね、料理可能で、こうね、押したらね、ファンが回るんですけども、結構うるさいんですよね。だからね、ここで車内料理するときには、ファンの音がね、かなりうるさそうです。はい。で、これはね、調味料棚かな。で、ここにね、なんかセンサーがあるんですけども、これよく分かってません。で、続いてね、僕の大好きな秘密の小部屋なんですけども、さっきね、外から見たんですけども、中はこんな感じで、電気つきます。とりあえずね、このトイレに関しては、カセット式のトイレで、用を足すことができるんですけども、興味ね、ない方も多いと思うんで、ちょっと簡単にいきますと、ここは便座で、中にね、仕切りがあるんですけども、その仕切りを、これでね、オープン、クローズみたいな感じで、用を足すときにはオープンにすると。で、用を足し終わったらクローズにするみたいな感じらしいです。で、これね、水洗式らしいんですけども、水が出てこないんですよね。だからね、そのポンプの部分がちょっと壊れるんじゃないかというふうに思ってます。なんとかね、直したらいいんですけどもね、これ。で、こっち側は、トイレットペーパー入れです。面白いですね。こんな感じで入れてから使うみたいです。ですので、問題点といえばね、これ水が流れないですね。はい。で、ここが僕も大好きな流しですね。これね、すごい好きなんですよ、本当に。もう今回ね、この車買った理由っていうのが、このトイレとこの分がついてるっていう分が大きかったところがあります。で、ここ水があるんですけども、これ出るかな、今。
水が出ませんね。これ開かないな。よいしょ。どうやってやるんだろう。ここで回すんだと思ったんですけども、回しても出ませんね。ちょっとこれね、詳しい方いたら教えてください。どうやるんだろう。だからね、ここはね、水が今出ないですね。はい。で、ちなみにね、ここに水が溜まったら、こうやってバシャッとやったら、こっち側にね、流れて入ってくるようになって、この通常のシャワーのタンクが下にあると思うんですけども、そちらの方にね、溜まるようになってます。はい。で、ここはね、小物入れですね。で、上側にはね、換気扇がついてるんですけども、これはね、ここでね、ファンがついてるんで、匂いをね、外に逃がすこともできるようになってるんですけども、トイレに入ってる時にね、回したらこんな感じの音がするんで、ちょっとね、音が恥ずかしいかもしれません。はい。ですね、トイレの音対策も必要ですね。はい。で、ここはね、ハンガーがあってから、洋服かけるようになってて、向こうに、ね、謎の収納スペースがあります。で、ここは、こんな感じでね、なんかいろんなものがしまえるようになってます。で、この板はね、こんな感じで置いて、こうね、同じようなやつを置いて、で、椅子をね、ベッドモードにするときに、こうガチャンガチャンと展開するんですけども、ベッドがね、こっちの方寄ってくるんですよね。で、寄ってきて、この横の部分をドンと倒して置いて、広くして、さらにね、ここもね、広く使えるという風になってるみたいなんで、これをね、あそこにしまってるみたいです。はい。で、こっちもスピーカーがあるんですけど、これですね、なぜかね、紙コップ入れがここについてるんですよね。これはね、多分前のオーナーさんがつけた分だと思います。はい。相当ね、紙コップ好きだと思います。で、ここが収納。で、実はね、ここもね、銀マットをね、なんか貼ってたの跡があるんで、やっぱしね、輻射熱とかがね、あったのかもしれません。はい。で、窓にカーテンなんですけども、実はですね、この窓が少しくせ者で、というのが、これはね、どうやらね、二重窓になってるようなんですけども、二重窓のね、内側同士になんか結露みたいなのが発生してるから、そこにね、なんか何かが溜まって白くなってるんですよね。ですんでね、これちょっと撮りたいなと思うんですけども、この状態じゃ撮れなくって、で、こっちの窓もね、結露してるんですよね。だからね、なんだろう、ガラス屋さんとかに行った方がいいのかな、ちょっとよくわかんないんですけども、なんとかしてね、これちょっと修理できたらしてみたいなというふうに思うんですけども、できなかったらね、このままにすると思います。で、あと、これですね、この網戸なんですけども、こうやったらね、涼しい風が入ってくるんですが、ここですね、こことか、下の方とか隙間があるんで、これね、虫が入ってくる仕様になってるんで、ここはね、僕の方で何かね、ふわふわのモールみたいなのつけてから、虫が入ってこないようにね、しようと思うんですけども、あとね、網戸もね、もう経年劣化で破けてるんで、さっきのね、出入り口の分と合わせてね、ここもね、修繕しようというふうに思います。はい。で、あとね、バンク部分のベッドに関してなんですけども、ベッドはね、全然問題なくって、もうね、よいしょ。これだけでね、セット可能で、上にね、登って寝れるんですけども、僕ね、転がったことはないんで、ちょっと寝てみましょう。おっこいしょ。はい、こんな感じです。すごい快適です。広い広い。大人がね、2人は十分寝れますね。で、僕がね、だらっと寝てもね、すごい寝やすいです。で、寝てる時にはね、多分星空もこれ見えるんじゃないかと思います。すごくいいです。で、ここにね、窓もあるんで、換気もね、できますね。今の時期だったらね、エアコンいらずでからここ寝れますね。こうか、あ、涼しい。で、ベッドのこの脇の方にね、なんかスイッチがあって、これ何かなと思ったら、これ、カーインバーターっていうのかな、あれのね、オンオフですね。ここでもできるみたいです。オンになりました。で、オフ。便利。で、あとね、最後にね、天井の方の装備なんですけども、これですね。ここがね、ライトで、触ってね、つくようになってみたいです。で、あとここがね、前回もちょっと説明したんですけども、マックスファンの小さい分がついてるんですけども、このファンなんですけども、回るのはいいんですけども、結構音がするんですよね。ですので、ちょっとなんか、できたらね、もっと音が小さいものにね、変更してみたいなというふうにも思ってみたりします。はい。よし。でもね、問題なく使えてるんで、一応ね、これはもう満足です。よし。ということでね、こんな感じですかね。はい。はい。ということで、今回は、ダイレクトカーツさんの方でね、150万円で購入させていただいたグローバルチャンプのルームツアー並びにね、問題点のね、洗い出しだったんですけども、いかがだったでしょうか。問題点おさらいしておきますと、トイレの水が出ない。あと、トイレのシャワーが使えない。で、そこね、換気扇の音が大きい。マックス1の換気扇がね、小さすぎて微妙。で、あとね、配線がね、ちょっといまいち分かりづらいっていうのと、サブバッテリーが50アンペアぐらいのものだと思うんで、ちょっと容量が小さいんですよね。
だからね、容量的なものがちょっと怖いなという点があるのと、あとはね、言ってなかったんですけども、エンジンね、小型タイプのね、車はたまにあるんですけども、走行中にね、軽油の匂いがしたりするんですよね。で、僕はね、100系のハイエースにも乗ってたんで、よくわかるんですけども、そういったね、匂いがする車両もあったりするんで、その点がね、なんとかしたいなというふうに思いました。はい。でもね、この状態自体は、僕も個人的にはね、全く問題ではなくて、ももさんの方でね、メンテナンスしてもらったっていうのはね、走行に関する部分をしっかりね、メンテナンスしてもらって、あとね、パッと見で、不具合ないところを確認してもらった分だったんで、この状態はね、もう僕は想定内なんで、問題ないんで、こちらのね、購入させてもらった車両を点数をつけるとすれば、もう個人的にはね、120点ですごくね、いいキャンピングカーで手の入れ替えがね、あるなと感じてますんで、どういう風にね、手を加えればいいのかというのをね、研究した上で、順にね、手の方を加えていきたいなという風に思います。はい、こんな感じですかね。で、とりあえずね、次回はね、まずはね、中ちょっといろいろ掃除とかもね、したいんで、掃除動画に、ね、なると思いますんで、皆さんよかったらね、次回の動画も見てやってください。はい、こんな感じですかね。ということで、今回この辺で、ご視聴ありがとうございました。いい車です。こんな感じです。マジックにちょっと吹いただけです。